皆さん、ごきげんよう。先日、前代未聞の100分動画で、ワイルズの武器調整内容が発表されました。その中で調整が名指しされていた武器種以外でも、存在価値があまりなくなっていたモーションの修正が発表されていたので、思わず、現状のワイルズハンマーの問題点を明確にしたくなりました。OBT 段階での問題は、ハンマーの根幹でもある。頭を攻撃してスタンさせることが気持ちよくないことです。スタンさせても気持ちよくなれないのは、スタン中のコンボが立ち回りの技と同じであることと、スタン時間が短くなることが原因で起きています。まずはスタンさせても DPS 技ではなく立ち回り技を使わされる問題を詳しく見ていきます。ハンマーは立ち回りに難がありつつも、スタンでモンスターを拘束してダメージを稼いでいく武器ですが、ワイルズ OBT では立ち回りで盾3、ダメ、渾身ためを使い、ダウン中でも盾3とため、渾身ためを組み合わせたコンボを使うことになり、せっかくのダウンなのにいつもと変わらない攻撃なのでダメージを出せている実感が少ないです。本来 DPS 技である叩きつけが弱いことが原因になっています。ハンマーはワールドから叩きつけという DPS 技が追加されました。叩きつけは途中でスタンが起きないように気絶値が小さく、モーション値も4段目までと5段目で半々、途中で攻撃を外すと中断。さらに、自ら途中で止めると隙が長くなっているので最後まで打ち切る前提になっています。ワールドではきちんと最高の DPS を誇る攻撃でしたが、ライズでは空気、ワイルズでも現状存在価値がスーパーアーマー以外にない状況です。どれくらい弱いかというと、一般的なスタン中のコンボのダメ1盾3渾身ためが、モーション値が439で 9.8 秒かかるところを、ダメ1叩きつけは、モーション値399で 9.5 秒かかります。叩きつけ4段渾身ために限っては、モーション値390で 9.5 秒です。叩きつけ4段渾身ためは、モーション値の塊である叩きつけ最終段を打たないので、DPS の観点だとどうあがいても救えません。というわけで叩きつけが弱いがゆえに、拘束中にダメージを出している実感が小さく死に技にもなっている問題でした。次はスタン時間短縮問題ですが、これはスタン4回目から発生します。さらには6回目以降は顕著です。これは6スタン目ですが、ダメ1盾3がギリギリ入る程度で、初期のスタン時間から半減しています。OBT では、10分の戦闘時間で6スタンは取れすぎていますが、スタン力が最も高い武器であるハンマーが一番影響を受けます。6回目のスタンはもはや短すぎて狙う意味がないため、ダメ打ち強化スキル等の気絶値強化スキルの効果が薄くなってしまったり、渾身ためが気絶値を低く設定されているのに、わざわざ他の攻撃で気絶を狙う意味が薄れたりと悪影響が出ます。現状のスタンさせやすいが、スタン時間が減っていく状態だと、スタン依存度が高いハンマーは悪影響を受け、スタンが、ついでの武器が恩恵を得ます。攻撃のつながりが多彩になったワイルズだと、シチュエーションごとに最適コンボも変わりますが、スタン時間が減ってしまうと、その遊びの幅もなくなります。スタンに頼る武器ほどスタンの恩恵を得られるようになるべきです。ここからは、叩きつけがなぜ弱い状態になっているのかを見ていきます。きちんと各モーションの役割があったワールドからほとんどの仕様を引き継いでいますが、力ダメの削除に伴い攻撃力 7% アップや気絶値 1.1 倍の効果がなくなりましたが、その補填としてかハンマーの各モーションは様々なバフを受けました。バフの大きいものに言及すると、ためには威力が2倍近くにもなり、追加入力で振り返しが出るようになりました。ダメ3は火力が強ダメ3に近づいた上に後付きがなくなっています。盾3は高速化に加えてステップ、渾身ため派生、総裁が追加されています。一方、叩きつけはモーションが 6% 短縮されただけです。7% の攻撃力と気絶値 1.1 倍と引き換えに得たものがこれだけです。叩きつけは総合的に見てナーフされていると言えます。ちなみに、回転攻撃はモーション値がナーフされています。
では、叩きつけを救うには、どれくらいの強化が必要になるでしょうか。モーション値で強化幅を考えてみます。ダウン中に叩きつけを打つ前提だと、現状の一般的なコンボである。ダメ1縦3渾身ダメと比較すると分かりやすくなります。これとほぼ同じ時間がかかる叩きつけコンボは、先ほども言った通りダメ1叩きつけになります。少し速いもののモーション値が並ぶためには、40のバフが必要です。また、高速中のコンボの重要なところとして、最終ヒットまでの時間もあります。最終弾でひるませてしまえば、後付きは考えなくてよくなります。最終ヒットまでの時間だと、渾身ための方が速くなるので、40のバフでは足りません。正確な数値は出せませんが、60バフは必要そうです。ここで死に技となっている叩きつけ、4渾身ためも考えてみます。ダメ1縦3渾身ためより強くなるには叩きつけ、4段目までに50のバフが必要になります。すると叩きつけ、4段目までで220の火力になり、渾身ために近い DPS になるのは、これはこれで問題で最後まで打ち切る攻撃なのに途中で止めても良くなります。途中で止めると見た目も悪くなり、コンセプトも崩れるので、叩きつけ4渾身ためをモーション値の強化で救うのはよくありません。現時点でも叩きつけ、4段目から渾身ために派生すると、通常より 0.5 回転分早く溜まりきる仕様は存在しているので、通常より1回転分早く渾身ためが打てるように調整するような、数値よりモーション自体を改善すると良さそうです。叩きつけのバフは他にもメリットがあり、ハンマー側もマルチ参加者も FF を気にしなくてよくなります。ハンマーの勝ち上げ判定を尻餅に緩和する調整が発表されましたが、そもそも勝ち上げ事件の多くはモンスターの拘束中に起きます。一番ダメージを出せる部位にみんなが群がるのでフレンドリーファイヤーが起きやすくなっている上に、勝ち上げ判定のある攻撃が火力があるなら当然です。製品版では尻餅に緩和されますが、それでも味方が尻餅を耐えられるかは気にする必要があります。勝ち上げ判定が悪いというより勝ち上げ攻撃の DPS が高いことが問題です。尻餅判定なのに残裂弾が暴れて修正されたこともありました。FF の効果、判定が大きい攻撃の火力が高い状態が悪いのではないでしょうか。また、ハンマー側も縦3はなるべく拘束中に打ちたくありません。縦3には、スーパーアーマーがないので中断させられるかが味方次第になってしまいます。叩きつけは、尻餅をも防ぐスーパーアーマーがあり、最終弾しか尻餅判定もないので、FF 問題を全員が気にしなくてよくなります。叩きつけが DPS 技になるバフがあれば、FF 問題もほぼ解決し、スタンに対する報酬も良くなり、ハンマーがより良い武器になります。4回目以降のスタン時間減少は、打撃武器の長所を削るので削除していただきたいものです。スタン頻度は減らしてもらって構いません。これは一ハンマーユーザーの意見なので、見落としている部分や行き過ぎているところもあるかもしれません。何かあればコメントで教えてもらえると助かります。ご視聴ありがとうございました。